20分焼いて塩をしっかり出す。それでもコシがあるように作っておる。讃岐うどんのイメージが変わった。俺めちゃくちゃ気に入った。これはうまいわ。カツカレー台上がり。美味しいです。ちょっとだけピリッと。カレーうどんが食べたくなったらここや。美味しいです。こんにゃく。なんか同じ。ごめんよ、忙しなったらね。お兄さんまだおるやない。美味しいうどん作らないかんは一つ一つ手にかけて作るようつもりでおるんです。これはお出汁ですか？お出汁です。水に浸して。昨日からつけとるからな。いりことこれが昆布の中。お醤油はどこの？普通の醤油やったら辛いじゃないですか。はい。だから普通の醤油でなしにうち専用に作ってもらえる。これでいいですよ。ここへ今 60% ぐらいになってるから、それを見てここで入れるんです。今頃ちょっと乾燥しよるからね、加水が少し多めになるんですよ。気温もこれ10度切っとるじゃないですか、はい、塩の濃度が変わっとるから、それを見ながら入れていく。ここまでなってきたんですよ。粉やったでしょ。今塩水入れて練りよるからこんな状態になったでしょ。岩瀬さんは今おいくつですか12月8日で76になったな。最近じゃないですか。おめでとうございます。2、3日前だいたいこんな感じかな。結構いい状態ですか？いい状態になってますね。もうよし、これを出します。味はこだわっとるから化学調味料を使わずに塩いう形でやっとるから、健康のためにもお客さんのためにもなるじゃないですか。しっかり踏んで固めて腰を出すような感じ。交通事故で。だから首こう手術して鉄板入れて止めとんですよ。ボルト4本で止めとんです。今はもう普通に忘れてますけど、首手術した後遺症が腰に来て骨盤の上に背骨が乗ってないんです私。だから変な歩き方になるし、三段踏みができんようになってどうしようか思っていろいろ考えて新しく自分で作り直してうどん屋するようになったんです。15年ぐらいになるかな。修行に行かれたのは何歳ぐらいの？うどん屋さんはね、20何歳かな。九州なんですよ。五島なんですよ、私。四国に来たのはたまたま親父が早く死んだので、兄弟が5人おるんですけど、僕が長男やから働かないかんから食べていかないかんじゃないですか。働きに出たんですよ。岡山で仕事するようになったんですよ。岡山で知り合いがおるからそこへ行ったら、新しい会社を作っとる人がおって従業員探しを見て、そこで働かないですかって言われて、でそこで働かせてもらって。これはどういった作業をしてるんですか？固めるためにローラーにかけて団子をするときにしやすいじゃないですか。でやらしたんですよ。何ですかこれは？これは酸素カプセル言ってね、低分子酸素カプセルを置いとる。なんでうどん屋さんで酸素カプセルなんですか？うちのママさんがリウマチで歩けんような状態になって、家姫にあるんですよ、会社を。歩け入ってみるかっていう券入れてあげた。家姫まで連れて行って入れたら、この足歩きよったんが、こうやって足上げて歩きよね。気に入って2週間おきに家姫連れて行って入れよったんです。行くも遠いし買おうかっていう形になってつけてもらったんです。2週間に1回家姫行かんでええじゃないですか。
奥様のために。にしたんやけど、知り合いとかいっぱいおるじゃないですか、はい困っとる人たち、腰が痛いとかグーができんとかするじゃないですか、はい、 1時間入ったらグーができるようになったりありがたいことですよ。これをやかなんだらダメなんですよ。ああ、すごいお出汁のいい香りが。お出汁です。岡山来てたまたま知り合いがおって、その人に仕事なんか何でもいいけんないかって言ってブロック作りよるとこがあるけん、ブロックを現場とかいろんなとこ持って行って組んだり下ろしたりしながら免許を取ってから自分が運転手になって岡山でしよったんです。ほんで普通の運転手だけでは面白ないじゃないですか。給料も安いし、クレーンの免許取ったりとかなんか全部してトレーラーみたいなの乗ったりとかしながら何年間はしたんですけど、九州帰らないかんいう状態になってきて、たまたまうちの嫁が岡山で知り合ったんやけど、香川県やったから香川県のうどんが美味しいからこの手打ちを覚えて帰ろうと修行したんです。それが今のきっかけというか、もうこのそうですそうですうどんって言わせて。そうです。人に雇われてするのが嫌やから自分でやろうっていう感覚になって、ずーっとこう一日中これ携わって仕事ができるじゃない。僕にとってはええんかな。やっぱり好きでないとできんからね。田舎の方おる時でも料理したりとか全部させられよったから何の抵抗もなかったな。五島で食堂をされてたっていうのはお母様がされてたんですか？そうですそうです。食堂しよった人が辞めるけんここするかいう形で紹介してくれたと思って讃岐のうどんを持って行って、俺が後継いでしたらええん違うか思って、うどん屋するんやったら四国行かないかんな。会社も辞めてで四国へ来たの。自分でする時にはこうしよういう感じでやりたいたんです。修行はどのくらいされたんですか？そこには3年勤めとったんですけどね、辞める自体の時に長尾に青果市場があるんですよ。嫁さんの父親の友達知り合いが問屋を市場でしてくれんかいう話が来とるぞっていうて話が来て、人がおらんけん食堂がないけんとにかく市場は協力するけんしてくれって言うからやりだったんです。お客さんは少ないし、こんなんではやっていけんやろ言うていっぱい看板があちこち立て回って、でどうにかこうにかできるようになって、もうお客さんが入りきらんぐらいになってきましたから、広げてくれませんかって言うから、いやできんけんこれでしてくれって言うもんやから、もうそれやったらもう自分で店を出すからって言うて不動産屋に頼んでここを探してもらって、ほんでこっちへ出てきた。自分で出しても仲買さんたちが宣伝してくれるじゃないですか。あそこのうどんおいしいよって言うてくれたら、市場の中で嫌われとったらしてくれんけども結構みんな喜んでくれとったから、なんとなく僕もうまいことできたんだろうと思う。短い期間にいろんなことをしたな。自分が前に進むためにいろいろ変わってきたんやけど、アクを取っていかないか。結構色が出てるぞ。有名なセルフのうどん屋さんのとこでうちに来て、これ飲んでみて。今出来上がったお出汁。はい、飲んでみて。ありがとうございます。化学調味料一切入れてないから分離するものがないじゃないですか。だから傷まないんですよね。
こういう感じになるお出汁が。そうですね。出汁もこれ炊かないか。打ち粉をあんまり。使わないでしょ。そういう練り方をしとるから体重を乗せてするんですよ。いろんなうどんの粉があるんやけど、伸び縮みとか歯ごたえとかそういうのも粉のブレンドで全然変わってきます。うちのは2日用に僕作ってる。それは粉のブレンドでね、方がいいわ。沸いてから取った方が。両方の部屋は団体さんと35人ぐらい入る。昔はすごかった。日月休んどるから日曜日に来よったお客さんが土曜日とかに来てくれるようにはなったんですけど、それだけです。もう先にうどん伸ばして作っとかないかんのです。今から伸ばします。少しは牛粉使っておりますよ。かかってますね。ちなみにどうして打ち粉を使われないんですか？打ち粉はよけつけたらもうゴミが出るじゃないですか。昔は大変やったけど今頃少しも楽なんです。排水とかがねきれいになるじゃない。後で麺出来上がって食べた時にびっくりすると思うよ。昔従業員さんもっとたくさんいらっしゃったみたいな。13人ぐらい支店があったんですよ。もう一つお店があったんですね。あったんです。向こうにも従業員がおってしよったんですけど、交通事故に遭ってからダメになってしまって5年ぐらいはまともに僕は仕事できなかったからね。人のうどんもいいうどんができてるんで気持ちがいい、伝わって。いいうどんのこの特徴というか。触り心地が違うというか、肌触りが全然違うんですね。お客さんはどんなお客さんが多いですか？お仕事しよる人がこう入ってきたらちょっとお昼時集中しますね。それがなければもうゆっくりやから。おでんは何が人気ですか？卵とこんにゃくですかね。本当今もう焼き豆腐、味噌ガラス。さっきつけとったね、このしいたけをおうどんの上に乗せて出す。
お店はずっとお二人でされてたんですか？そうですね、アルバイトさんもたくさんおったりなんかしたんやけども、讃岐市いうところが人口が減ってしまって、市になってからもう半分ぐらいになってるからね、お昼でもそんなに言うほどのあれはないし、セブンさんがもういっぱいできたからね、若い人たちは大変もそっち早くて安いから。おにぎりは何種類あるんですか？店自体は3種類あるんですけどね、昆布とおかかと鮭と、それを毎日2種類ずつしてます。おにぎり一つがおいくらですか150円です。町におっていろんな経験させてもらいました。その時にせないかんからね、あれやけど。予想でほんだけ食品会社さんがそういう前も何十年も使ってたお揚げ屋さんが辞めて。お稲荷さんも大きいですね、一個一個が。いいです。これ入れます。何分ぐらい茹でるんですか？20分です。結構長め。そうです。つまり20分以内で塩をしっかり出す。それでもコシがあるように作っておく。これから20分かかります。この天ぷら粉がまだよそと違うからな。どう違うんですか？天ぷら揚げたらパリパリっとなります。吉弘さん、どんな方ですか？それはもう九州男児です。自分がこう言ったら絶対曲げん人やから、年取ってだいぶ柔らかくなりましたけどね。結構厳しい方が。厳しいですよ。うん。弾力ですよ。
はい、生醤油上がり。で、きつねが上がり。ちょっと待ってな、今具が来る。ご飯のせいでいい怖いよ。はい、どうぞ。ここに来たらじゃあ2杯は食べます。お父さん、ここのおうどんのお味はいかがですか？ちょうどいいです。はい、ここ来てる週に1回。今日お母さんは何を頼まれたんですか？焼きうどん。この美味しいな。数分で、ものの数分でお腹いっぱいになりました。はい、十分。何年くらい通われてるんですか？食べやすいです。ここの美味しいからここ来るんや。ありがとうございます。お待たせ。食べやすい方を向けてくださいね。はい。お店にはよく来られるんですか？今日は何を頼まれたんですか？納豆でいつも卵と豆腐とか。
年から年中ざるを食べてます。お店にはよく来られるんですか？ちっちゃい頃からでしょ。はい。親御さんに連れられて。はい。私は県外からなんですけど、だいぶに連れてきて、ここが大好き、だしが好きなんで、スープが美味しいです。あちこれカレーうどん。今日頼まれたのはなんていうの？カレーうどん。初めて。初めてのカツカレーうどんの味。あ、美味しいですね。ちょっとだけピリッとですね。ここはセルフじゃないから、ちょっとゆっくりできるかな。おでんも取られたんですか？卵とお豆腐、味が旬でて、お豆腐も美味しいです。メザリ4です。マグナム今日はどうしてお店に来られたんですか？うどん食いたいからねもともと福岡なんですけれども、実家がここで帰ってきた時は食べますね。長尾ではここが好きですね。それぞれの町にお気に入りの場所が。うまいね。美味しいね。香川のうどん、博多のうどんとも違うとは思うんですけど、全然違う。ただうどんはこちらあるんですけれども、柔らかいうどんが多いんですね。それを考えるとこちらの方がうまいですね。那須さんの好きなところ、こう麺なのか。全部やね。だから天ぷらも好きやしね。そのコンビネーションがいいわけよ。
天ぷらうどんです。なるほど。いらっしゃい。釜揚げ。はい。天ぷらうどん。はい。はい。7人。はい。うちの部屋入ろうかな。はい。いらっしゃい。はい、取りで。今日はどういう集まりで皆さん来られたんですか？会社の研修です。私結構常連で、どういうところがこう気に入ってお店には通われてるんですか？天ぷらが揚げたてで美味しいですね。非常に古風な店構え気に入っております。コシがありますね。鶏天もうどんもだってまあみんなちょっと今までの讃岐うどんのイメージが変わった俺結構食べるけどもこれはうまいわお気に入りました。めちゃくちゃ気に入ったありました。わあ、美味しそう。やろう。すごいね。すごいね。下の方。こんにゃく。なんか同じもんばっかりと。はお豆腐と卵です。いただきます。あと釜揚げ5、6分。にくいんやな、外が。そうですね。普通やったら。味があります。すごいね。美味しいです。お店は初めてですか？たまにここはもう若い時からちょっとね、お店の雰囲気はええよね。ちょっとゆっくり時間がある時とかね、お話ししながらうどん食べるとなったら、人気のメニューは何ですか？鍋焼きが一番美味しいって全部ほとんどが出るね。満面がそれだけっていうわ。いらっしゃい。唐揚げとかこれとかとんかつとかね、だけど表が見ながらねやけど。カツカレー台上がり。カツカレー食べてみる？
時はカツカレー一択ですか？あんまりよそにないメニューやから食べてみようかな。カレーの出汁が美味しい。麺はどんな感じですか？もちもちで、こっちもお店にはよく来られるんですか？うん、時々な、2週間に1遍ぐらいかな。カレーうどんが食べたくなったらここやな。ここの方が一番美味しい。濃すぎない。だいたいスープも飲むな。このは飲める。ごめんね。いえいえ、天ぷらはいつも楽しみなんですよ。また来ます。はい、ありがとうございます。はい、ごちそうさまです。すみません、ありがとうございます。ごめんよ、忙しなったら。いえいえ、お兄さんまだおるやない。どうでした？うどんのお味。美味しかったです。美味しかったです。また来ます。お店にはよく来られるんですか？私はもう会社が近いんで、私は初めて出張で今日連れてきていただきました。出汁が非常に美味しいです。今日頼まれたのは何うどんですか？カレーうどん。私のカレーうどんで大盛りです。すごい量ありました。美味しいです。これがうどんの中に乗る。エビが早なくなってきました。朝皮むいとったでしょ。準備してくれとるから、あとはもうこれで叩いたらいいけん。夏場はこれ2杯ぐらい出るからね。全部いっていてくれたら楽なんやけどね。カツカレーです。これがカレーを作るとこ。こんぐらいかな。はい。
てください。うどんを送ってくださいんで、大阪の方が。水郷です。五島の人が羽ばたけるですね。五島の人ですからね、そうです。あっちにもあるんです。お二人でもう50年近く一緒にされてきたと思うんですけど、パートナー相棒としてまあなんとかやってます。これからお店をこうどうしていきたいとかありますか？もうそんなに何年もはできんやろうと、80近くまではできるかなと思うけど、しんどい時にはやっぱ休み持ってやらながらいかん。ずーっと続けてはできんかもわからない。物がボーンと上がってきたら仕方ないけん値上げするような形になるんじゃないですか。みんなと同じものを使いよったらみんなと同じような値段にせないかんのかなと思うんだけど、自分で独自で全部しよるから全部自分で値段つける。美味しいうどん作らないかんも一つ一つ手かけて作るようなつもりでおるんです。天然に近い状態でお出しやないを出すから絶対いいと思いますよ。やっぱり塩分が多いね。大概うどんで20分も湯がいたらもうダメになってしまうんじゃない。もうトロトロですね。のならんからね。コシもあって伸びも全然切れないうどん。今のこの形のうどんでいいんでないかなと僕は思いよります。もっと良くなればもっと良くするんやけど、まだ向上心があるんですね。まだあります。今日は一日ありがとうございました。こちらこそ。